適当スイング。今日は、パターン、洋服の型紙ですねを、切ったり、書いたりして、間違えた時には消しゴムで消したりするんですけど、そういう時にちょっとずつ消したりする作業とか切ったりする作業を、効率化できるようなアイテムが、100均にあるんで紹介したいと思います。じゃあまずこれ、100均のステンレス定規。ここに今カッターとかで切るときにこの定規がプラスチックでそのまま切っちゃうとだんだんちびってくる。これ映ってるかな。ここら辺ちょっとボコってなりますよね。こうやって刃物とか当たってだんだんすり減ってまっすぐな線が描けなくなってきちゃうんですよね。でそういう風にならないようにこうついてると。でなおかつこれメモリがあるんですよね。端から5ミリ、1センチ 1.5、2センチ 2.5、3センチでだいたいここ 3.5 ですね。これダイソーのやつなんですけど、多分他の100均にもあると思います。でメモリがついてるんで、パターン切る時とかも、サクッと切れるっていうね、それも今からやり方紹介します。でこれも100均に売ってるんですよね。トンボの、細い消しゴム。これはパターンの線とか消す時に使います。で普通のカッター、これはどこにもありますよね。でそれ使ってやっていこうと思います。で今日は分かりやすいように、鉛筆の細い線だとちょっと分かりづらいんで、太めの、多分見えると思うんですけど、こういう1センチぐらい、1センチじゃない、普通は 0.5 とかなんですけど、多分 1.3 って書いてあるねの太めの鉛筆使って線が見えるようにやっていこうと思います。じゃあまず何からいこうかっていうと、これ今洋服のパターン修正をちょっと仕事でやってるんですけど、それの修正して紙切ったやつの余りがあるんで、それ説明していこうと思います。でパターンってこうやって細い線がいっぱいあるんですよね。それをこういう普通の消しゴムとかで消すと、例えばここのステッチの線だけ消したい時とかあるんですけど、そういうのをどうしても太い消しゴムだと別の線まで消すつもりはないんだけど、他の線も消えちゃったりするんですよね。そういう分にこういうのパタンナーの人とか手書きの型紙で書く人はこういうのを使います。でそれ使うとピンポイントで消したい線だけを消せると。これ普通に製図とか他の洋裁のパターン以外にも応用できると思うんで、これ100均にあったんで、100円でね、いらない線まで消さないで必要な線と消したい線だけ消せるってなったら、100均で手に入るってなったら結構お得かなと思って、それちょっと紹介してみました。じゃああと次ですね。じゃあ仮に型紙書いてパターンを切っていくっていう作業あるんですけど、それじゃあ紹介していきます。あと思い出したんですけど、こういうカッターマットですね。こんなでかいのは100均にはないんですけど、A4 ぐらいのなら売ってるんで、こういうので使って型紙切っていけば、カッターで切れば早いと思います。ハサミだとどうしてもその線に切るの歪んじゃったり、ハサミの方が圧倒的に時間かかるんで、こうやってカッターボードを使って裁断すると早いと。でこれは布の時もそのまま裁断できたりするんで、型紙布そのまま地べたに置いてさっと裁断できるんで、これも一応100均じゃないですけど URL 貼っておきます。じゃあ簡単な、よく洋服にありそうな、こういうのに縫い代をつけて裁断していきましょうか。はい。じゃあこれ身ごろっつって洋服の前ですね。F って書いておきます。フロントの前で、これ襟ぐり、襟のカーブしてるとこですね。でアームホールつって腕のくりですね。で脇で裾、だいたいこういうパーツが多いですね、身ごろの場合で。これに縫い代を1センチつけてカットするんですけど、普通の人だったらいちいちこう1センチつけてって
一回ペンで書いてからカットするんですけど、別にそんなことしなくても裁断できるんで、この100均のこの定規を使えば縫い代をつけながら、カットができるということでやっていきましょう。で初心者の方の場合は、何センチだっけとか分かんなくなったりするんで、何で切るかとかこうやって書いといたら分かりやすいですね。全部1センチだったら丸1とか書いといて、裾だったら、三つ巻き始末って言って巻いて布を2回巻くんですね。で3個重なってるから三つ折りとか言うんですけど、そういう始末の場合は、1センチでやる場合は2センチ必要なんで2とかで、ここももしシャツだったら三つ巻き始末になるんで、何にしようかな、3ぐらいついとった方がいいですね。 1.5 で点々点と点々点とつく。でこういうパターンで切る場合ですね。であくまでこれカットだけの事例で見せるんで、この縫い代のこの角とかの処理は今回は省略します。でもうただ単純にここに目盛りついてるんで、3センチだったらここかな、ここに目盛り合わせてカットして、そしたらもうこれでいちいちこのシャーペンの線を引かんでも3センチで切れて、でこの出来上がりの位置にこの1センチの位置こさせながらこうで、カッターの真横にこの黒い線、これは縫い代1だから1センチが来るようにカットして、でここも内側のカッターの真横の線がその縫い代になるように、で同じようにカットして1センチ、で裾は2センチなんで、5ミリ1センチ 1.52 センチ、ここですね。ではここで切ると、もう1個か、でそこにあてがって切ると、これざっくりですけど、こういう端の処理とかパターンはなんて言うんだろう、こうやって倒れる方に足りない分をもうちょいつけたりするんですけど、そのやり方はまた要望があった時に紹介します。でこうやれば、このシャーペンの下地のシャーペンというか縫い代つけて、そこからハサミで切るっていう作業、だから倍ぐらい早くなりますよね。この作業がいらなくなるから。でなおかつマットでやればこんなあっという間に切れるというね。今日はこういう感じのことを紹介したかったんで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。